こんにちは、すみれです。今年2022年、私はアメリカに引っ越す都合があるので、ちょっとコスメをね、皆さんと一緒に整理しておこうかなと思います。よろしかったらご覧ください。まずここに入っているものからやっていこうかなと思うんだけど、とりあえずここにフェイスパウダーが入ってて、でブロンザー、ハイライトみたいな感じでざっくり入れてるんですけど、ここがみんなアワーグラスで、アワーグラスはね、とりあえず断捨離はしないで、私がこれすごく好きなフィニッシュパウダーね、このメイクし終わった後の肌の質感を変えるタイプのもので、ラインストーンでね、これ見た目だとね、全くちょっと裏に名前書いてるんだけど、これでパッと見た方がわかるから、ちょっと明るめのクリスタルだったらこのね白系の方で、このちょっと黄色めのやつだったらちょっとねクリームの方みたいな感じ、自分でわかるようにしていて、これとかもね本当にこの塗ったとこがね肌がすごく滑らかに見える感じで、この色も使うし、あとはちょっとこういったねこのぐらいの色味も使ったりするから、結構ここはねもう重宝してて、ピンクもね全体に塗っても普通に可愛くて、多めにつけてちょっとチークの部分に重ねても可愛かったりもするんだけど、こんな感じで、なのでみんなこれは好きなので、これはもう完全にキープですね。でこれがねホリデーコレクションのパレットで、このタイプすっごい人気ですよね。でここに入ってるのがねメタリックのハイライトね。でこのメタリックのハイライトが私のお気に入りでも紹介したこのハイライト、これと同じタイプなんですよね。これとね同じタイプ、色味がちょっと違うんだけど同じ種類のタイプが入ってる感じ、ストローピングタイプのやつね。でこれはねすごく色も良くて、全くね新しい新品のが1個あってでも全然使い終わんなそうだから、新品の方をラクマン出そうかなともちょっと思ってたりするので、こっちはとりあえずキープですね。でこれね、もうこれが2015年かな、本当にもう当初の頃の私が海外コスメを好きになり始めて、これは絶対買うと思って買った時の喜びが大きかったもの。もうね色の配色がみんなこれねいいの。このフィニッシングパウダーもいいし、ブロンザーもこのアンビエントライティングブロンザーのこのねルミナスブロンズライトって色味がすごく人気で、最初ねアワーグラスはこのルミナスブロンズと、あとはラディエンスブロンズと2色しかなかったんですね、このブロンザーに関しては。でその後色味展開してもっと増えたんだけど、このね人気のこの色味が入っていて、こんな感じで混ぜるところでね取る色味が変わってくるからあれなんだけど、これもね肌が滑らかに、ここに入ってるマーブル状のあるじゃないですか、これがフィニッシングパウダーのこれと混ざってるから、色味がみんなそれぞれ混ざってるのが違うんだけど、だからねすごく仕上がりが滑らかにこう見せてくれるんですよね。だから私もブロンザーだけではなくて、ブロンザーの上のその仕上げみたいな感じで使うことも多かったりして、もうこれ5年6年経ってるけど全然クオリティが落ちない。もちろん期限は過ぎてるんですよ。期限は1年とかだったかな。使っても使い心地もつけ心地も、もう変な匂いも何もしないし、状態が本当にいいので、私たちノーナとかのアイシャドウとかでね質感がガラッと変わっちゃったりとか、そういうのもある中、これは本当にいいからもうキープですそしてこれがベストコスメで、私が今回2021年のベストコスメそうだよね、2021年のベストコスメ出したジャクリンヒルのこれ、もうこのねセッティングパウダーがあまりにも良くて、なのでもう使い方にねコツがあることちょっと動画で話してるので、そっち見てもらいたいんですけど、これが本当に良かったから、ちょっと今回パウダー類を断捨離少しできるかなと思って、ちょっとこれをキープにするので、他のをねちょっと断捨離しようかなと思います。でこれがシャーロット・ティルバリーのフェイスパウダーで、フィニッシングパウダーみたいな感じでねフローレスフィニッシュでメイクの仕上げに使ってあげるといいんだけど、私ねそんなすごい好きってわけじゃなくて、別に普通だったんですよね。だけど持ってたから使わなきゃと思って、あえてこう使おうっていうすごいマインドセットでやってたんだけど、もうこれだけ使ったからちょっといいかなと思って、でもまだ全然使える量なので、もし欲しい人いたらラクマにちょっと安く出そうかなとも思っているので、ちょっとラクマ行きで置っておきますね。であとがこれがねクレドポーボーテのパウダーのケース、箱はねケースがとにかく良くてね、何がいいかっていうと、このね中に入ってるこのフィルターがすごくいいんですよね。本当に細かいの、ちょっと見にくいかもしれないけど、すっごく細かくて、この細かさが私は他では何も、しかも結構ねこの固めっていうかな、弱くないんですよね。もうやわやわしてないって弱くなくて、でこれがこのパウダーの上にこう乗せるやつで、みんなこの一式あるんだけど、これ全部洗って、中にはフーダビューティーのベーキングパウダーのやつでパウンドケーキの色味が入ってます。このケースがとにかく良くなかったからこれに移し替えてたんだけど、すごくこれもいいです。私もこのパウダーもすごい好きで使ってたんだけど、
でも最近使うことがあんまりなくなってきて、もっとお気に入りの方に使ってたので、だからこれはケースだけ使ってもいいし、フーダビューティーの中身の欲しい人でも、ね、いるとは思うんだけど、とりあえず100万に出してみますで、あとね、これがカバーフィックスってあるんだけど、実はこれもケースだけ使っていて、中身がここに入ってるのと同じフーダビューティーのベーキングパウダーのカップケーキの色味が入ってるんですけど、基本的にこっちで全体的にパフでつけたい時はこれを使って、でこっちはベーキングとかをしたい時にちょっとここからトントントンって出してやりたい時用でやってたんですね。ちゃんとこうやって蓋があって持ち運びにも便利だし、すごくねちっちゃいサイズもいい感じでね、すごくこのケースが気に入って使ってたんだけど、そうでももう持ち歩く時はこれじゃなくてこれにしたいから。でもね、このケースなかなかねなかなかすごいこのちょうどいいサイズでぴったり入ってってないんだけど、ちょっと思い切って出します。これも100万円出しますで、これがねイットコスメティックスのバイバイポールってやつなんだけど、毛穴さんバイバイってやつです。これがねすごいんですよ。このフィニッシングパウダーでメイクが終わった後に毛穴とかちょっと目立つ部分にこれを塗ってあげると毛穴が消えるんだけど、このね粒子のねこの細かさがすごい。とにかくね本当に細かい。ほらこういった感じなの。本当に細かくて、これはすっごく好きで、固形バージョンも持ってても使い終わって、でこれもね大事に取ってたんだけど、最近ねもうそういう仕上げをすることもなくなったから、でもすごい好きだからね取っておきたいんだけど、アメリカにねあんまりこう持ってくのを少しでも今減らしたいから、最悪今だったらアメリカに行ってまた買えるから、手放そうかなって思います。なので100万円これすごいでもいいですよ。で似た感じなのがこのメイクアップフォーエバーのお粉なんだけど、これもね本当に細かいの、粒子が。ほら同じ感じ、もっとねすごい細かい、同じぐらいかな。でも若干こっちの方が気持ち細かいか、本当に変わんないぐらいかな。サラッサラのやつで、もっとこっちの方が白い感じかな。絶対使うと思って、でもね全然結局使わなかった。でも使いたいって気持ちがすごく強くて取ってたんですけど結局使ってないから、これこそねちょっとこうポーチとかに入れるのも本当いいんだけど、思い切りますもうね本当はねキープしたいんだけど。でこれがねジャクリンヒルのパウダーのちょっとねこのラベンダーの色味になってるやつ、これもねすごく明るさ出したりとかくすみ飛ばすのにいいので、これはキープですね。でこれがシャネルのねソレイユドタンなんだっけな、ブロンザーなんだけど固形タイプのブロンザーで、これがね香りがまたすごいシャネルの香りで、もうでもちょっと時間が経ってるからもう新品みたいな感じじゃないんだけど、全然まだ綺麗で、まあね固めなんだけど、でもね伸び方とかも本当に綺麗なんですよ。あ、すごい肌に馴染むでしょ。これがね本当にこの人気のもので、日本で買えないっていうのがね本当に、しかも最近これのもっと濃い色が出たんですよ。私それが本当に欲しくて、でもねこれケースがすごい可愛くてね、もうでもこれ使わないから、でも出すって言ってもちょっともう期限が経ってるから、こういった固形タイプのを気にする方もいるかもしれないし、じゃなくても使いたい方はいたら出してもいいかなと思うんだけど、中身捨てて本当は捨てたくないんですよ、めっちゃいいからでも使わないから。でこれをハンドクリームとか入れ直す容器にするかな。容器だけでもこれで買ったらだって高いですよね正規品のシャネルのこの買ったらね。だから綺麗に洗ってクリーム入れようかなとか、ちょっとどうしよう保留っていう感じで、これがラプレリーのパウダーでフェイスパウダーね。でこれがね本当になくなってきたんだけど、もう私が持ってるのが昔のタイプで、この2個セットで1万円ぐらいだったんですよ。本当に昔安かったの。それが改善されてもうこれだけになって、しかも中身もすごい高くなって、もちろんクオリティも上がったのだとは思うんだけど、私は十分これで満足だし、でここにもねこれがとにかく大好きなんですね。でこれのケースもこれカチャってやって開いて閉じてってできるから、だからこれでもちょっと大きめなんだけど、こっちのね本当はこのぐらいの方が好きだったりするんだけど、でもねこの2個はキープです、もう断然でアワーグラスのこれもね同じパウダーやるんだけど、薄く、あとこれセッティングパウダーの方ね、
薄く、そしてちょっとなんていうのか、柔らかい肌の感じに見えるから、結構マットファンデーション、マットのファンデーションを使った後のセッティングはこのタイプでやりたい時があるので、そういう時はねこれを使うんだけど、見え方としてはあんまね手にのせても分かんないと思うけど、こういったちょっと柔らかい感じに見えてくれるもので、セッティングはこれでやりますね。だから基本的にマットで結構マットっぽさをなくしたいっていう時はこれを使ったりとか、フィニッシングパウダー上からかけたりして、そうじゃない時はみんな基本的にこれでもういこうかなと思ってるので、とりあえずこのぐらいでしょ。でブロンザーね、ブロンザーはこれがねトゥーフェイストのチョコレートブロンザー、これすっごい人気だったやつで、今でもベストコスメに2021年出してる人がいて、だよねと思ってやっぱりキープしようと思ったんだけど、これね香りがちょっとあるんですよ。甘い香りがあるから、香りが苦手な人はちょっとやめて、無香料が好きな人は抜かないと思うんだけど、色もとっても良くてね、で色がね本当にいいんですよね。赤すぎないっていうか、ほらいい感じのブロンザー具合で、なんかブロンザーって日焼け肌を面接するから赤みが強いのもあるんだけど、これはね私が持ってるブロンザーあんまり赤みがないのを選んでるから、これ本当に使いやすくて、あるとこの辺ばっかり使っちゃうんだけど、私ねスコット・バウンズとかのブロンザーも使いたいんですよ。この辺はどっちかっていうとコントーアとかそっち系でもあるんだけど、これもねもっといっぱい使いたいから、でもちょっとこのサイズが大きくて入ってなくて違う吹き出しに入れてて、こればっかでもこの辺使っちゃうから、ちょっともう思い切ってこれ手放しますこれでもすごいいいですよ。で期限がねちょっと過ぎてるかもしれないけど全然問題なくて、でも気になる方はもうやめた方がいいと思うんですけど、ちょっと安く使ってみたいなっていう人はよかったらラクマに出すので、またはコレクションでキープしたいっていうかねそういう人がいたら出すので、この色ねこれとってもいいです。もう出す日が来るなんて、これアメリカ行かなかったらまず出さないけどね最悪また買い直せばいいっていうのがあるから出すんですけど、でこれもねいいのよ。これ私が前ブロンザーとコントーアの違いの動画を出した時に色も出して、これが一番お気に入りって話したと思うんだけど、ここに入っているのがね、私のこの黄色い肌が日焼けした時にこうなるような本当に綺麗なね、こんな感じですごく綺麗で、しかもねこれ確かウォータープルーフとかだったと思うんですよね。本当にこの好きでね使ってたんだけど、これもねよくこの2つはとにかく使っていて、だけどちょっとね思い切ってこれも出すことにしますそしてこれもねまたいいのよ。ベアミネラルの色味がね、これがフェアトゥーライトの色味で明るい色なんだけど、すごくね薄付きなんですよね。もうちょっとしかわからない。だけどこのちょっとクールトーンな感じの色味っていうのが全体的に顔にかけてあげてもちょっと引き締まってくれたりとか良くて、しかもね色がはっきりそんなわかんない感じなのよね。ほらほんのりでしょ。この感じがとっても良くてね、そうこれがすごく良くて、アワーグラスとねちょっと感じが似てるかなって少し感じた時もあったんだけど、とにかくねこの感じがすごく好きで、そうでもねそんな使わなかったかな。でもね毎回開けるとほんと綺麗だなと思って好きなんですよね。全然まだ容量もねもう新しいだけど出そうかな、思い切って出します。出す思い切りが大事。そうするとちょっと開いたからね。でここに入ってるのがワーグラスのアンビエントライティングブロンザーの方ね。ブロンザーのこれは上からかけるやつでみんな好きで使ってて、全色レビュー出してるのでまた見ていただきたいんですけど、これがねディフューストライトの方でミニサイズっていうのもあって、あとね出張の時とかよくこれ持ってってたからかなり減ってるっていうのもあるんだけど、なくなったらねフルサイズも使ってもいいかなって思うんだけど、もうほんとちょびっとしかこれしか残ってない感じでもこれ一応キープしておきます。でこの辺もそう、これはチークか、チークだ、こっちに後でまたやりますね。とりあえずブロンザーは4色全部であるので、これはみんなそれぞれキープですね。この当初にからあったこの色味とか、これが濃いめね、2つどっちにするか迷ったの。この昔ねこの2色が最初にあって、この濃い方もいいんだけどこの中間がいいなと思ってても結構1個の値段もするから迷って店で相当長く滞在して両方買おうと思って両方買ったんですけど、そうこの2つをねまたちょっと混ぜた感じもすごく綺麗でね、
こういった感じかな。とっても綺麗で私は大好きです。アワーグラスはねフェイス系のがやっぱり好きかな。ファンデーションもリキッドタイプも何個か使ったことあって、あとはスティックタイプのね、それは良かった。ファンデーションのスティックタイプがあって、バニッシュファンデーションだったかな。あれはね良くて2個ぐらい持ってたんだけど、すごく良かったです。でも他のはまあまあだった。悪くないんだけどまあまあだったイメージがあって、そうまたね今度アメリカ行ったりとかしてファンデーションとかもちょっと試したいなとは思ってるんだけど。でこれがコントーワーのスティックで、これがすごく気軽に使えるフェンティビューティーのアンバーの色味。これがねこのベタベタしないっていうのかな、さらっとしてて綺麗にも伸びるっていうのもあるので、これすごく好きで使ってるので、これもキープしておきます。って言ってもねまだこのぐらいしか使ってない。結構使ってる印象があったんだけどね、ほらギリギリまで締めてるこのぐらいだから、どのぐらいあるんだろう全部で。このぐらいが、これがマックスだ。これがマックスだからまだまだ使えるかなっていう感じですね。でこれがねスコットバンズがよくテレビメイク、舞台メイクで使ってるファンデーション、このメーカーのだったからなんとか探して頼んだ気がするんだけど、これも結構発色はすごくピグメントがね色素の配合率が高いから結構しっかりしてるやつなんだけど、かなりねこれは撮影とかね写真とかそういう時にはしっかりと色も乗るしいいかなって思うし、薄付きもねできたりブラシできるのでこれも撮ってます。これもね実はね全く同じやつが新品で買って2個買ってでこれとあと明るいやつもね2個それぞれあるんだけど、そうかな、日本だったら三吉とか舞台メイクでありますよね。海外バージョンっていう感じで、もう1個の明るい色がね、ちなみに言うとこれなのね。これなんだけど、これすっごく綺麗な色でアイボリーの色なんだけど、ここにこうつけようか。こんな感じで、基本的にこういうのつけるときはこれで顔をなぞるんじゃなくてブラシで取ってやるので、だからねすごくこれ薄くつくし、結構発色もとっても綺麗だから、これもとっても好きで使ってます。最近はその使ってなかったかな。だけどね持ち運びとかもほら、これだったら飛行機とかフライト乗っても袋分けなくてもリキッドタイプじゃないからいいじゃない。でこのタイプもあるから、これね新品が2つあるんですよ。そうこれね新品があるので、ちょっとこれね発送の時にちょっとこう傷ついちゃったんだけど、中身はすごく綺麗な全く新品の状態であるので、もし欲しい人いたら出そうかな。持っててもいいんだけどな。でもこんだけあるからなかなか使い終わんないしね。ちょっとこれ出すかもしれないです。どうせだったらアワーグラスも出すかな。これねアンビエント、この全く新品のタイプ、箱に入ってまだ開けてもいないかなちょっとこれも出します。ちょっとだいぶすっきりしてきた。そうすればここにちょっとね入るしね。でこれがねマーク・ジェイコブズの私が大好きなファンデーションを紹介したと思うんですけど、これとセットのねプライマーで、それがちょっと試したくて全部このミニサイズのが来た時に一緒に来たんだけど、まあまあだったかな。あんまだから使ってないんだけど、でこれがもうねちょっとしかないの。でもポンプがやってくるためにこの下がこうやって上がってくのね、こうやって。だからね結構なかなかデザインはいいなと思って。そうなんですよ。なのでとりあえずこれはまあ一回ちょっと置いといて、であとはチークね。チークもねアワーグラスのチークもとっても綺麗で、もうこれはキープなんですけど、本当に柔らかい感じで出てくれるんですよね。どこにつけたっけ。柔らかい感じ分かります？すごい綺麗でしょ。そうだからねほんのりつけたい人とかもとってもおすすめだったりします。でこの色味、私が持ってるのがねイーサリアルグローってやつかな。この色味持ってるんだけどとっても綺麗です。これキープでしょ。でこのタルトのもねすっごくブレンドが綺麗にできて、今見て全然使ってないぐらいなんだけど、だけどねオレンジなんですよ。でも私あんまりオレンジとかって似合わなくて、どっちかっていうとクールトーンのピンクとかの方がなんかこう君の肌なんだけどしっくりきて、だけどこれに関してはね本当にこうセフォラですごい店員さん巻き込んで
オレンジのをです、一生懸命探してて、でこれがすごく有力で、いろいろ試してこれが一番綺麗ってことでこれ買ったんですけど、本当にねこれも綺麗で、ここに並べようかな。肌に伸ばした時の見え方がとっても優しくて綺麗なんですよね。すごく馴染んで、これはねすごく好きで、なかなかでもね使ってないんだけど、でもたまに使ってやっぱり満足しててそうだよ、難しいのこれだけどね、スコットのね、またスコットが出るんだけど、スコットバーンズのこのチークパレット、これも使いたいのよね。これも本当に良くて、ちなみにこの色がねもっと発色がいいんだけど、スコットのはもっと発色がいいからみんなこう強いんだけど、この色味がねまたいいんだよね。だからちょっと迷うんだけど、ちょっと保留で、迷ったら捨てろって言いますよね。そう、しかも今回アメリカに行く時になるべく少なく持ってきたいっていうのもあるし、最悪買えるんだけど、迷い中でちょっとこっち置きますこれもねとっても綺麗でね、ちょっと濃いんだけど、あんまし濃いの使わないんだけど、ちょっと手を拭いて、だけどこれはね出方がとっても綺麗なの。ほら綺麗でしょ、これ綺麗なんですよ。ちょっとこれはねやっぱりキープで、このナーズのやつもねインパッションズの色なんだけど、多分これね色味売ってなくて結構クールトーンなんですよね。だけどねこれが本当にこのクールトーンがまた良くて、ほっぺに塗った時にあんまりこのほっぺが丸っぽくならないっていうのかな。そう、これがねまたとっても綺麗で、これね好きだから、これはねちょっと断捨離できないのでキープです。でシャネルのこの2つもすごい好きでね、みんな微妙に違う、ピンクっぽいのとちょっとオレンジっぽい感じで、これがそれぞれ何番だ、72番と44番ですね。で出方をちょっと見るとね、この感じをちょっとのせると本当に柔らかいですよね。なんかこう発色が柔らかいから、なんていうのかな、こうほんのりっていうので使えるから、もうこの辺はねキープしときます。これもさっきのところの隣ね、本当にわかんないぐらいじゃないですか。ほんとほんのりだから、ちょっとこの辺りもキープで、チークはね少なめなんだけど、パレットがあるからねちょっとこっちも使っていこうかなって思うので、こう話しながらやっぱりこれ出そうと思って、でもすごいですよこっちに置きます。でこんな感じでしょ。そしてあとはこれもブロンザーで、これがねマーク・ジェイコブズのこんな大きいブロンザーなんですよ。まだでもほらあんま使ってないんだけど、色がとっても好きで、いろんな色指でやっちゃってるか混ざってるかもしれないんだけど、なんとなくねこんな感じの色味で、これはね好きだからキープしておきますね。これはもちろん、もうこれはね私の大好きなこの色味ね。ちなみにこれねテープで留めました。ここペラペラ動かないようにこれがね本当にコントゥアで最強だから、もうこれメインでもう使うって形で、これ単色で44ドルとかで売ってるぐらいだから、半額とかで買ってもこれ全部揃えたら高くなるし、このパレット本当に安く買えちゃうんで、でもねこの辺も別にすごいいいってわけじゃないんだけど、悪くないんですよ別に。だから普通に綺麗だし、なんかこれだけで仕上げても全然あり、全然ありだから、普通に綺麗なので、この辺とかもねこのグラデーションになってチークとかもあるから、これはもう完全にキープですね。キープで置いておきます。でナターシャのやつね、ナターシャのもちろんキープですよ。でこれそれぞれ動画出してるから色味の出方とか見てほしいんですけど、これはねもう特にこの色が好きだったりするし、これはキープでいます。これも夏の時にねブロンズメイクの時とってもこの辺とかベースの上にやるとツヤ感がね、このレビューでつけてるからほんとそれ見てもらうと分かると思うんだけど、ツヤ感が特にね綺麗な肌になってすごく好きで、これはもうキープですねって感じでしょ。でハイライトね、ハイライトはみんなキープかなベッカーもうないんだけど、ベッカのハイライト特にねジャクリン・ヒルと昔コラボレーションして、だからこれものすごくもう時間経ってるんだけどすごいんですよこのハイライト。もうねみんな一時みんなこれ使ってたよね。もう未だに柔らかいテクスチャーで本当に良くてね、
もうねこれは私はこの質感から何からこれは本当に好きで大好きなハイライトで未だに使ってます。たまにこう使う、買えないしね。でもジャクリン・ヒルがまた出してるもう自分のブランドで出してるのもあるからそれとかも試していこうかなと思ってるんだけど、この辺りをあとはこれは普通にベッカのもうちょっと明るめの色、これもすごく綺麗でなんとなくアワーグラスと似てるかな、この優しいタッチの感じが。アワーグラスのやつなんだけど微妙にちょっとラメっぽいのが入ってたりもするんだけど、この感じとなんとなくちょっと似てる、こっちの方がもうちょっとこうしっとりしてるかなってイメージはあるんだけど、そうもうこの辺売ってないのでキープですね。これもキープでしょ。これちなみに色味がねブリリアントストローブライトの色味ね。でこれがねケビンのハイライトやつなんだけど、すごいのよこれが。パープルのこのグラデーションで本当に綺麗で、でもこれをねハイライトにやると顔色が良くないからそういう使い方しなくて、むしろこのパープルメイクとかアイシャドウをパープルのメイクした時にちょっとこの辺もふんわりとこうまぶたにかけてあげつつ、チークとかこの辺りでやってあげるとすごい全体的にカモフラージュしてくれるからすごい好きで、もこれはなかなか他にはないのでキープです。もう完全にキープで、これもねマルチクロームのハイライトね、こうつけるとねほらすごいでしょこの光の感じ。ちょっとピンクだったりとか、これ肌につけるとここの部分がちょっとこのチークのところになってピンクっぽくなって、で上の方にこのハイライト具合になったりとかしてすごく綺麗で、なのでねちょっとこれはとても好きです。だけどこれをやった後にこういったもので上からハイライトをやっちゃうと結構テクスチャーがこれラメっぽいから全体がこう光っちゃうんで、そこだけ注意かなでマイクのこの2つね、これはもう昔から好きで使ってる。これ2個目だったかな、これ両方2個目だったかな。これはキープです。普通に自然に綺麗ですよね。そうでマーク・ジェイコブズのハイライトなんだけど、またいい色なのよ。これがとってもほらこのメタリック感がとっても好きで、ベストコスメこれでかなとも思ったぐらいでしたね本当に。だけどもう全然売ってないし、セファラでギリギリまだ売ってたかわかんないけど、なのでちょっとこれは自分の中でねキープだったんだけど、あとこれもねちょっとこれ結構前で2010何年だったかな、ローラ・メルシエのホリデーだったかで、ここにハイライターの01番が入っていて、だけどねまた私これ買った後にこれ買ったんですよ。これもローラ・メルシエのハイライトなんだけど01番ね。なんでこれ買ったかっていうと、こっちで使った方が見え方が綺麗で、なんとなくねこっちの方がこう気持ち的にも好きだったから改めて買ったっていうのもあるんだけど、旅行の時とかはねこの辺とかも使えるし、でもねあんまり使ってないんだよね。でもすごくこの辺のブロンザーの色も綺麗ですごいナチュラルな感じで、この辺もねとっても綺麗なんですよね。そう出そうかな。でもこれはキープしたい気もするんだよな。ちょっとこれだけで持ってけるしね。でもそんな薄いってわけでもないんだよね。ちっちゃいってわけでもないんですよね。難しいですよね欲しい人いますか出すだけ出して売れなかったら普通に持ってこうかな。使いたいっていう人がいたらね使ってくれる人の元に行ってくれた方がいいので、ちょっと迷い系でこっちは出すとこ迷い系よし、あとちょっとだよ。でこれがねもうこれは出さないんですけど、ジャクリン・ヒルのが本当に好きすぎて、このシャンパンポップの色味が好きすぎて、でこれがベッカとコラボレーションしてこのハイライトパレットでシャンパンポップの色がまたここにもあって、あとここにねこのゴールド系があって、これが欲しくて買ったんだけど館内に買えなくて、もう後で値段がもう本当にプレミアみたいのがついてすごい高いお金を出して買ったんですねこれだからもうこれはね思い出もあるし、未だにすごくねこれも綺麗だし全然断捨離はできないし、これはもうキープします。ということでとりあえずこんな感じかな。少しは少なくなった少しはスペースできたかな。でここにあるのをちょっとラクマに出して使ってみたい方にお譲りしようかなと思ってるんですけど、これまだ迷ってるとりあえずリンク概要欄にあるのでよかったら見てみてください。ということでまた今度ね私が荷物を送った後にどんなメイクでこう自分でポーチ入れてるかっていうのでちょっと一緒にパッキングする動画とかも撮るので、よかったらね
見てみてください。ということでまた別の動画でお会いしましょう。